こんにちは。今日は私が使っている小さいシステム手帳の中身を紹介したいと思います。この間やった手帳会議の動画で手帳の中身いろいろ今後紹介していくっていう風に話してたんだけど、その動画を撮った後にね、新しい手帳が増えてしまいました。可愛くない？これはこの間やってた Amazon のブラックフライデーセールであまりにも安くなってたから買ってしまったロディアの三欠タイプの手帳です。めちゃくちゃ可愛い。白。こうやってさ並んでるとさ、白と黒でめっちゃ可愛い。まずは新しい手帳の方から紹介していこうかな。これはロディアのロディアオーガナイザーのヤギ革のブリオンっていう革の種類の手帳の白です。これすごい手触りがいい。柔らかくてふかふかした三欠の手帳です。これ発売開始されたのが3年前くらいとかだったかな。そのくらいだったんだけど、その時からさずーっとこれかわいいな欲しいなと思って、で文房具屋さんとかで展示されてるとずーっと見てたんだけど、あんまり使い道もなさそうだし、三欠の手帳って今まで買ってなかったんだけど、ブラックフライデーのセールでさ4割引きになってたわけ。しかも私の持ってるポイントとか天城の残りとかそういうのを全部使ったらさ1000円ちょっとで買える計算だったんですよ。買うよね1000円ならということで年末に衝動買いをしてしまったロディアの白です。めちゃくちゃ可愛い。このさロディアのさロゴのさこの木とこれ月かな、これも可愛いでしょ。これがサイズが M5 の手帳よりは若干一回りくらい小さい感じです。ロロマだとこのくらい違う。プロッターだとそんなに変わらないかも。これ今使ってるプロッターは幅はほぼ同じ。高さが5ミリくらいかな。5、6ミリ ?1 センチはないけど6、7ミリくらいかな。ロディアの方が小さいです。厚みは同じくらいかな。でもロディアの方が薄いかな。そんな感じの手帳です。今までは私 M5 の手帳を持ち歩き用の手帳にしてたんだけど、 M5 のロロマもさ結構さ M5 といえど中身を入れると結構幅を取るんですよ。なので荷物をさ、私めちゃくちゃ荷物多い人だから手帳だけでもちょっとスリム化したいなと思って、これを今は持ち歩き用の手帳にしてます。だいぶさ薄くなった。半分くらいかな。半分くらいの薄さになりました。じゃあこれの中身を紹介していこうと思います。これは本当に持ち歩き用のメモ的な感じで使ってます。まず開くと、私はオタクなので推しがいます。かわいい。でこれは縦開きも横開きも使える感じだけど、基本メモのところは縦に使ってます。でこれ目印アクセサリーをこのリングのところにつけました。このプニプニのさ傘とかにつける用のリング、手帳につけるのにも使いやすい感じがする。このリングをさ、このボールチェーンとかでつけると傷ついたり挟んだりする可能性があるから、あんまりこういうのやってなかったんだけど、このプニプニのパーツならあんまり気にせず使える感じ。かわいい。で長さもちょうどよくこの手帳から
出る感じになって可愛いです。でロリアの酸欠はここにカードサイズのポケットがあるんですよ。これがさとても便利。こっち側をこうやって入れてもいいし、こっち側をこうやって入れてもいい。でここに入ってるのがカードサイズダイアリーっていう小さい手帳です。これ M5 に挟むように買ってたんだけど、これにもさめちゃくちゃちょうどいいわけ。私この手帳を買うのを予言してたのかもしれない。このカードサイズダイアリー買った時に、普通のさ M5 用の手帳に M5 サイズのマンスリー買ってたらさ、これを使えなかったわけよ。だからめちゃくちゃラッキーだなと思って使ってます。これはレイメイ藤井のカードサイズダイアリーです。こんな感じの Amazon で500円くらいだったかな。500円しないくらいで買いました。で中身はこんな感じで、ここにさ小さい定規もついてる。意外と便利かも。外でさなんか測りたい時にパッとここに定規あるといいかもしれない。で2026と2027の年間がついてて、でカレンダー自体は2025年の12月から使えるので、もう使い始めてます。あんまり私は自分の予定がないから、こんなちっちゃいのでも全然大丈夫。あとはスマホに予定入れたりするから、そんなに書き込めなくても大丈夫です。これが自分の予定で、大事な予定がピンクで書いてて、で推しの予定も一応ここにも書いとこうかなと思って緑で書いてます。こんな感じで、これメモ欄がないんだけど、この一番下のところがさ、次の月のカレンダーがこう連続してついてるところがあるから、メモを書きたいときはその下の使わない次の月の頭のところに書いてます。こんな感じで、これをここに挟んでます。こっち側に挟んだら持ち歩きするときにこうやって閉じても落ちないから、この向きで入れてます。本当はさこっちの向きの方が取り出しやすいんだけど、こうだとこう落ちる可能性があるから、逆側にこうやって入れて使ってます。であとはこれは推しの写真を自分で写真用紙に印刷してディバイダー的なものを作ってこの手帳には入れてます。これは本当にすぐできるから即変えられる。こんな感じ。これは私の推してるアイエンが表紙の雑誌が発売されまして、私買ったけどまだ届いてないんだけど、それのね写真を印刷して入れてます。でこれはインスタの写真をこのユーザーネームのところをさ自分で加工して、これはメモの表紙として作りました。可愛くない？このさこのリフィルのサイズがこのインスタとかのさサイズの比率にぴったりだから、ちょっと上を弱く取って加工はしてるんだけど、インスタでこうやって遊べるのが楽しいです。で写真用紙に印刷しっぱなしだとさ、ここ白いからさインクがついたら嫌だなと思って、100均で買ったこのトレカ用のスリーブ、ちょっと大きめのスリーブがぴったりあったから、それに入れて、で角丸でこの中も外も丸くして、で穴を開けて挟んでます。これは両方に入れて中に2枚入ってる。でトリカのスリーブに入れてるから裏側に普通に
どれかも入れられてめちゃくちゃ便利です。かわいい。かわいすぎるでしょ。ここにさ、フォクシニーちゃんのぬいぐるみでっかいのがいるから、それに合わせてこの子がいるのを選びました。かわいい。で、この一番最初のメモのところはメモページになってます。このドリア用のリフィルが、純正のリフィルがこんな感じの紫の方眼のリフィル。これなんだけど、ロディアオーガナイザー用の 5mm 方眼のリフィルで、サイズが 6.5 センチ ×9.5 センチのやつ。これ一応純正のリフィルも買っとこうかなと思って1個買いました。40枚入りで330円とかだったかな。 Amazon とか、あとヨドバシオンラインでも売ってました。私はヨドバシで買いました。これをさ、一応入れてるんだけど、コスパ的にはあんまり良くないから、これは大事なことを書く用のリフィルにして、あとは自分でリフィルを作って入れてます。こんな感じで、ここは一番最初のところは日付決まってる予定とか大事なことを忘れないように、ここにシール貼ってこうやって書いてます。ここにさ、カレンダーはあるんだけど、こうやって開いて取って使わないといけないからさ、パッと大事なことを確認したいことはこの一番最初のところに書いてます。で、このリフィルは私自分でいろいろ M5 用とかバイブルサイズ用とかに白紙の紙をさ切ってリフィルを作ってるんですよ。ここに入れてるんだけど、これだいぶ昔にどっかで買ったカードサイズ用のポーチ的なやつ。これにこうやってリフィルをいろいろ自分で作って入れてます。で、ここに M5 用とか酸欠用とかに合うサイズをメモっといて、少なくなったら切ってここに補充してる感じで、今私ナローサイズで雑記帳をやろうと思ってナローサイズのリフィルも作ってるんだけど、それの余りでさ、ここのちょっと純正のリフィルより小さいリフィルができたから、これを雑メモ用に使ったらちょうどいいじゃんと思ってこれを使ってます。だから幅がさ、何センチなんだろう、一回り小さいんだよね。ちょっとこれ定規汚いんだけど、幅が6センチより2ミリくらい、2、3ミリ小さいかな。で、高さが9センチ。5.8×9 センチくらいのメモリフィルになりました。だからこれより本当に一回り小さい。ここに入れてます。こんな感じで、穴の間隔は普通のシステム手帳の間隔と同じだから、システム手帳用の穴開けパンチで穴開けてます。これは 4mm のパンチで開けてます。これを本当にここ終わったらこう破いて捨てる感じのメモにしてます。これも思いついたこととかやりたいこととか、あと YouTube で撮りたいこととかさっとメモする感じに使ってます。で、買い物行く時とかどこでどんなものを買うかメモして、でこれを見ながら買い物したりしてます。こんな感じ。雑メモコーナーです。これはで、この紙はトモエリバーの A4 の用紙を使ってるのでめちゃくちゃ薄いです。かさばらなくてとてもいいです。で、次、これはオレンジ色の方眼のメモ用紙を切って作ったリフィルと、
あとこれは緑色のドット方眼のメモ帳を切って作ったリフィル。これはどっちも無印で買ったこのカラーメモパッド、これの方眼とドット方眼、これが幅がさ 64mm だから、本当にこの純正のリフィルと 1mm しか違わないから、横は加工せず上だけちょっと切って使ってます。これも純正のリフィルよりは短かった気がする。高さが 9.4mm とかそんな感じで切って使ってます。これも穴開けは 4mm パンチで穴開けしてます。こんな感じで、だいたいちっちゃいシールを貼って吹き出し作って、これは欲しいものとか買わなきゃいけないものをとりあえず書いとくメモコーナーになりました。ほぼ日手帳もさ、そろそろ買わないといけないね。でそんな感じでいろいろ入れてて、でこれもシール貼ってやりたいことを書いて、でここにどうしよっかメモをしてる感じ。色の使い分けは気分でしてます。最初はこのオレンジの方眼だけ持ってたんだけど、これがとても使いやすかったからこのドット方眼も買い足しました。で無印に同じ種類の横系の青のメモ帳もあったんだけど、それはまた今度でいいかなと思ってとりあえず2種類入れてます。であとは純正のリフィルで、この後ろにシール帳コーナーをちょっと作りました。こんな感じ。これはセリアで売ってる薄利紙リフィルをこのリフィルの大きさに合わせて切って、見出しの横にちょっと貼れる感じの小さいシールをここに貼りました。でこれはインデックスシールなんだけど、これは正直この手帳には使わないかな。一応なんかあればいいかなと思って貼ったんだけど、使わないから1枚ずつ残して他の小さいシール貼ろうかなと思ってます。これはこの間ロフトで買ったカービィのシールで、これはマインドウェーブだったかなのキツネのシールで、これはだいぶ昔にダイソーで買ったオーロラの透けてるハートのシール。これさ一時期めっちゃハマってめちゃくちゃ使ってたやつなんだけど、最近全然ダイソーにない気がする。もう在庫がさあと1シートしかなくて、もっと欲しいんだけど今作ってないのかな。再販してほしいな。とても可愛くてお気に入りで、これはダイソーのインデックスシール、こんな感じで、シール帳の裏、これも文字入りのインデックスを推しのインスタで作りました。これはハングルコーナーを作りました。私今韓国語の勉強をしてるんだけど、いろんなところに韓国語のメモを書いてて、それを見ながら勉強したり手帳を書いたりしてます。でこれはさ常にこう手の届くところに置いておく手帳で、このいつも手帳タイムに使っているこれ普通のリビングのテーブルなんだけど、その横に手帳とかを置いておくスペースがあるから、そこにスッと立ててこうやって入れてて、そこからすぐ出せるようにしてるので、メモ取る時とかあと韓国語の勉強したい時とかスッと出してこうパッと見れるようにしてます。でここはこれ裏側かわいい、こんな感じでこっから横使いにしてます。だから表紙は縦なんだけど開くと横、かわいいでしょ。これは YouTube のスクショを印刷してこういう風にしました。かわいい。でこれどうしてここから横に使ってるかというと、この横長が
他のノートとか置いた時にこう隙間にこうスッと置きやすいんですよ。こうやってこの辺に置いて、この辺にノート置いてとか、こうやって立てかけて置いてもいいし、この M5 だとさ、 M5 にもこういう風に韓国語のメモとか書いてるんだけど、こんな感じね。 M5 だとさ、ちょっとさ高さがあるからこう収まりが良くなかったんですよ。でもこの三欠は横長にシュッと置けるので、これ便利で、これも無印のメモ帳を切ったリフィルで書いてます。このさオレンジの方眼が幅が広くて、これ何ミリ方眼なんだろう、見えるかな。8ミリでした。8ミリ方眼ってさ結構大きいよね。この8ミリの方眼がさ、この韓国語を書いてこう見やすく書けるからとても気に入って使ってます。でここは私が手帳とかに韓国語で書きたい単語をこうやって書いてみました。こんな感じで見つけやすいようにさ、日本語もめっちゃ大きく書いて、その横にこんな感じで書きました。こんな感じで使いたい単語を書いて、でこの後ろ、これは純正のリフィルに私がどうしても間違ってしまう韓国語苦手なところを書いてます。こっちの M5 の方にはこういう子音とか母音とかそういうの全部書いてるんだけど、そこから苦手なやつだけ抜き出してパッと確認できるように書きました。本当にさ、この辺とかさ全然わかんないんだよ、覚えらんないんだよね似たようなさのが多すぎてさ覚えらんなすぎる。でここにも解説を書いたりしてます。でこんな感じで、最後はお気に入りの写真を入れて、でここにもトレカを裏側に入れてみました。かわいい。これさ写真印刷するときにさ、あまりにも私この写真が好きなんだろうね。同じ写真で縦と横を無意識で作って、これかぶっちゃったんだよね。ここがここか別の写真に変えたいなと思いつつ、このまま使ってます。かわいいので。ここもさ同じ格好の写真だし、どんだけ好きなんだよって感じで、こんな感じでこのドリアはパッと手に取ってパッと確認してパッと書くみたいな、本当にメモ帳として主に使ってます。でドリアこれペンホルダーとかないんだけど、私ペンは常にこのテーブルの上とかこの辺とかにさ置いてあるので、ペンホルダーは自分でつけたりしなくていいかなと思って、このままですっきりした感じで使ってます。で外で持ち歩くときはペン適当なやつをポーチとかに入れておいてるので、これはペンはつけません。でもう一冊 M5 のロロマの中身も紹介していきます。これもさ基本的には同じなんだよね。メモと韓国語のメモとトレカが入ってるどっちもさ中身的には変わらない。この間までこれを持ち歩き用にしてたから中身そんな変わんないのは当たり前なんだけど、まあそのまま変えずに気分でどっちを持ち歩きにしてもいいようになんて言ったらいいんだろう。今はこれを持ち歩きたい気分なんだけど、こっちを持ち歩きたい時はこの中身カレンダーと、あとメモ用のリフィルはこの M5 のリフィルよりも小さいから、適当になんかクリアファイルとかに挟んで入れても全然いいから、気分で使い分けれるようにしようと
思ってます。ちょっとさ説明が難しいんだけど、そんなに使い分けに差があるわけじゃないです。基本同じでこれはロロマは今年買ったのかな。ちょっと待って、いつ買ったかメモしてるから、それを先にチェックします。あった。ロロマは今年の1月27日に買ってます。だから11ヶ月くらいかな。こんな感じのツヤが出てます。かわいい。で中身はこんな感じ。このロロマAmazonアウトレットっていうサービスで格安で買ったんだけど、そしたらさ、今これダイソーで買ったネイルシールを貼ってるんだけど、この下にさちょっと穴が開いてたんですよ。ここにもちょっとあるんだけど、こんな感じで先の細いものでこうグッとやったような穴があったからさ、それを隠すためにシールを貼りました。ちょっとダイソーのやつだからここちょっとずれてきてる。今気づいた。まあいいか、取れたらまた貼り直します。でもこれもこうやって貼るのかわいい。で私手帳のポケットを使うのが苦手だから、ここは最初についてきたこの手帳のカードしか入ってません。でここに硬いシールがあるから、ここにも硬いやつを入れて、ちょっとリフィルとかに傷がつかないようにしました。これはノックスのページリフターだっけ、それにダイソーで売ってたこのフリルのシール付きのやつを貼りました。ちょっとここ足りないんだけど、まあ別にいいかと思って足りないまま使ってます。でここは推しのトレカコーナーになってます。かわいい。お気に入りを入れてる癒しコーナー。このトレカ用のリフィルはシーインで買いました。ちょっとさ使いすぎてさ、だいぶこの辺とかわかるかな、傷だらけになってるこれはちょっと変えなきゃいけないね。こんな感じで、これは年間のカレンダー、プロッターのマンスリーのリフィルについてきた年間のやつだけを入れてます。でここには大事な予定とかそれを書く用のプロッターのトゥードゥーリストのリフィルを挟んでいます。でここからもうほぼほぼメモほぼメモです。この辺はこれは自分で作った私の推してる VTuber バーチャルおばあちゃんなんだけど、知ってる人いるかな。バーチャルおばあちゃん私大好きなんだけど、このさとりあえずなんかやろうっていうロゴがいいなと思ってこれを印刷して、ここにとりあえずなんかやること、やらなきゃいけないことをダーッと書いておくところにしてます。でここはダイソーのクリップをつけて、一応ここ大事なところだから分かるようにしてる感じで、あとはこれ推しのクリアのトレカをちょっと大きめのカード用のスリーブに入れて穴を開けて、これインデックス的な感じで使ってます。ここのトレカのところを開くとすぐメモできる白紙のページが来るようにしてます。だからこれ切り込み入れてすぐ取れるようにしてます。今ねちょっとメモの整理して書いてるところがあんまりないんだけど、ここに英語用のコピー用紙とか、あとトモエリバーの無地の用紙で作ったリフィルを入れて雑にメモするところになってます。でこれアシュフォードのブックマーク、下敷きだっけこのリフィル、
アシュフォードのリフィルが入ってるこの、あとは残しておいてるメモ、こっちにこうダーって書いて、でメモたまに整理して、でこれはまだ挟んでおいた方がいいなっていうやつはこの後ろに入れてます。こんな感じ。すごい汚いんだけど、大体なんか YouTube のメモとか手帳どうしようかなっていうメモとか、それを入れてます。こんな感じ。大体なんか先頭にシールを貼って、でここ吹き出し書いて、でそこから始めるって感じ。これかわいいでしょ。これセリアだっけな、100均で買ったサンリオのダイカットマステだっけ。ここに確か入れた気がする。あ、入ってる。これです。かわいい。こんなんかすごい汚いんだけど、ちょっと整理してからまたこういうのも紹介したいな。これはほぼ虹の引き出しポーチです。これ大きいやつで、メモページが終わった後に、これは今度韓国語の勉強をしてるリフィル。これもさっきの酸欠で使ってたこの無印のカラーメモパッド、これを M5 用には全然切らないで穴を開けるだけで使ってます。上下がさちょっとはみ出ちゃうんだけど、まあ別にいいかなと思って穴開けるだけで使ってます。これは推しの X とかインスタとか、あとバブルとかで送られてきたこういう韓国語のちょっとした文章、1行2行とかのちょっとした文章を自分で読もうと思ってて、で自分で読んで、それで意味は分かんないからここにこういう風に単語を書いてメモしてる感じ。そういうちょっとした勉強用のリフィルをここに入れてます。で最初のうちはさ、この発音、読み方をこうカタカナとかアルファベットで書いてたんだけど、こんな感じでね、これをちょっとずつ続けてたらもう読むだけ読めるようにはなってるんですよ。こういう読み方を書かなくても。ほらこことかさ読み方なくて、これは読みは完璧だった。意味はわかんないけどこんな感じでちょっとずつやりたい時にちょっとずつやってる感じ。前はさ毎日1日1枚、この辺はやる気にあふれてた時は1日1枚書こうと思ってたんだけど、最近はたまにやる気のある時にやってます。こんな感じ、こんな感じで予備のリフィルをちょっとだけ入れてます。でこれは自分で作った横入れのポケットリフィルにトレカを両面入れてインデックス代わりに使ってます。かわいい。でこれは韓国語のメモ、勉強メモ、読み方とかさそういうやつを書いてるところ、ここを見とけば基本は分かるようになってんのかなちょっとあんまりチャット GPT に教えてもらってるからさ、あんまりこう自信はないんだけど、こういう風に勉強したやつをこういうまとめておくリフィルを挟んでます。でこのリフィルは MD ノートの A7 サイズの方眼のこれ
スリム、違う、ライトだ。 MD ノートライトの A7 サイズの方眼のやつ、これをさ解体して自分で穴を開けて作ってます。ただこれなんか書こうとしてシールだけ貼ってるこれホチキス止めだから、ここを取ってペーパーカッターで適当な横幅いい感じのところで切って、で 4mm パンチで穴を開けてこういう風に挟んで作ってます。これかわいいよね。最近ちょっと癖のある方眼がお気に入りで、こういうのを使ってます。でこの後ろ側はさっきの無印のカラーメモパッド、これのさ穴を開ける位置がこの縦のサイズがさちょっと M ほど違うから、ちょっとだけ普段穴を開ける風に開けるのとちょっと違うから、それどの辺でこう開けるかをメモして挟んでおいてます。でここにもトレカインデックスを作っててかわいい、かっこいい。でここからはリスト系のリフィルを入れてます。これはプロッターのトゥードゥーリストのリフィル、これ M5 のさトゥードゥーリストのリフィルが私大好きなんだけど、こんな感じでここはチェックリストにも使えるし、日付書くのにも使えてとても便利です。でこれワールドツアーの日程を書いたリフィルで、これは日本で公演があった時にチケット申し込みのスケジュールとかを書いて、も漏れのないようにチケットを取れるように書いたやつで、このハートあるとこは取れたやつで、これもだね、静岡で会った時のやつで、これはダヴィンチのチェックリストリフィル。私チェックリストのリフィルが大好きなんだけど、これは書くところが2行あるから、グッズとか予約したものをメモしておくリフィルにしてます。注文してからさ2ヶ月3ヶ月ぐらいしないと届かないからさ、ここにいつ届くかとどのグッズかとを書いて、で2行だから下にちょっとメモ書いたり、ここは来たやつはチェック入れてっていう風に使ってます。でここからオタクじゃない自分用のチェックリストのリフィル、ここはアシュフォードの Don't Forget リフィルに欲しいものを書いてます。これは欲しいけどすぐには買わないもの、すぐには必要ないもの、そういうのを書いてます。で買ったらここにチェック入れて、この日付は欲しいなと思った日付を書いてます。こんな感じで、これは手帳を買ったリストを書いてます。これもさこの Don't Forget に前は書いてたんだけど、ちゃんと綺麗に書き直そうと思ってこの間書き直したやつ。2021年から私システム手帳にハマり始めたので、そこから買った、これは革の手帳とか、あとシステム手帳とか、あとほぼ日のカバーとか、そういうのだけ書いてます。閉じ手帳とか、あとプラスチック系の安い手帳とかは書いてない。こんな感じで2021年買いすぎじゃない、とんでもなく買ってて、で2022年2023年は2冊で、2024年私顔の手帳買ってないんですよ。すごくない？こんだけ買ってたのに。で2025年は顔の手帳2冊までで決めて、このロロマの黒と、あとこれロディアを買ったので、今年はもう手帳は買いません。こんな感じで、これはたまにさ
ネカフェとかで行って読みたい漫画読んでないところをメモしてるとこで、これは2025年のウィッシュリストのリフィル。これもさっきの Don't Forget のリフィルに書いてたんだけど、ちょっと書き直そうと思ってこれに書き直しました。で、達成できた日付書いたり、あとチェックリストでチェックしてるだけのもあるんだけど、こんな感じで書いてます。そう、革の手帳2冊までって書いてるでしょ。これ以上買わないようにさ、ここに買ったやつを書いといた。こんな感じ。今年1ヶ月もないんだけど、あと無理なんだけど全部この辺やりたいんだけどさ、どうしよう。まあちょっと過ぎても達成できるようにしたいな。で、予備のリフィルを入れて、でここには1枚剥離紙のリフィル。これもさっきのこの酸欠と同じようにセリアで買った剥離紙リフィルを M5 サイズに切って1枚入れました。これちょっと使っててさ、ちょっと少なくなったから補充しないといけないね。こんな感じ。これはさ、なんか作った時に取り外して使えるようにこんな感じで、裏側マステで補強して切れ目を入れて作ってました。これいつ作ったんだろう、全然覚えてないけど、こんな感じで、最後はアシュフォードのこのなんだっけな、このリフィルの名前覚えらんなくてさ、毎回なんだっけって言ってるんだけど、こうやって片側だけペリペリっと外せるクリアファイル的なリフィル。これは中にアンパンマンの絆創膏をとりあえずで入れました。これはさ、私の推しのアイエンが YouTube のコンテンツでさ、ほっぺに貼ってた絆創膏、かわいいと思って速攻買ったやつ、とりあえずで入れました。で、こんな感じで終わり。こっちのポケットは何も入ってないです。こんな感じで、これもさ、手帳を使う時だいたいその辺にペンがあるからペンホルダーは使ってません。ここにさインデックスを貼っちゃったから、ペン入れるとさ、ちょっとインデックスぐちゃぐちゃになっちゃうから、こうやってしまってます。こんな感じでした。普段使ってる小さいシステム手帳はこんな感じかな。で、あとはさっきもちょっと出たプロッターのプエブロレッド、これをこのロロマと入れ替えて使ってたりしたんだけど、最近はこれハンドメイド用のメモ用の手帳にしてます。こんな感じで私しかわからない暗号的な感じなんだけど、汚いからさ、これは中身見せらんないんだけど、これも自分でこう切った M5 のリフィルにザカザカっと編み方とかを書いて、でこれを見ながらこういうの編んでる感じの使い方にしてます。もう私の M5 とかちいちゃい手帳って本当にメモなんだよね。ほぼほぼ一冊丸々メモ使いしてます。雑に使う感じのメモにしてます。ちっちゃいからさ、机の上スペースあんまりなくてもこうやってちょっと置いておけるのが便利。プロッターかわいいなかわいいでしょ。これはアシュフォードで買ったクマ耳のリフィル、お気に入り。かわいい。こんな感じかな。 M5 はさ、これ以外にも何冊か本体持ってるんだけど、最近
よく使うのはこの辺。本当にさ、このノロマの黒とあとプロッターお気に入りだから、これ以上は M5 の手帳増えないかなっていう感じがします。プロッターのさシュリンクの黒の手帳もずっと欲しいんだけど、それはまた他のサイズで欲しいなっていうサイズが出てきたから、 M5 はしばらくこんな感じかな。新しい酸欠買っちゃったんだけど、これはまた M5 とは別カウントだからこれは OK です。でもやっぱさ、酸欠可愛いからさ、プロッターのさ酸欠もあるんだよね。ねプロッターの酸欠もあるんですよ。それをさちょっと買ってもいい感じになっちゃったからさ、ちょっと危ないかもプロッター M5 は増えないけど酸欠は増える可能性はゼロじゃなくなってきたね。危ない。でもあんまり革の手帳は買わないようにしようと思います。今あるやつを経年変化させて長く使えたらいいなっていう感じですではこんな感じで私の使ってる小さいシステム手帳の中身でした。またね、他にロールバーンの中身とかほぼ日手帳の中身とか撮ってみたいなと思うので、興味のある方はまたアップされたら見に来てください。よかったらチャンネル登録お願いしますではまた動画撮ろうと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。